ぐすよ中がなびら、沖縄県立芸術大学の鈴木幸太なといびん、昼夜令和5年度島言葉文化講座2ということで、組踊りの和芸その2と第七、文化大サビランじて無といびん、ゆたさいびぐとうにげうんぬきやびら、前回組踊りの和芸その1というふうに題しまして、組踊りという古典劇の中に私たちが使っている島言葉がどのように入っているかで、またその役はどのような役だったのかというお話をしました。今回組踊りの和芸その2と題しまして、初めの部分は前回の振り返りで、少しまとめ的なですねお話をして、後半は、その組踊りがどんどん作られていく過程で、その丸文と呼ばれる人たちの島言葉を割と使って出てくる役がどのように発展していったかというお話をしていきたいと思います。まずは前回の振り返りということで、丸文と呼ばれる役が出てきた。丸文はマドゥムン、方言の間という意味のマドゥで物という意味のマドゥムヌというところから、打行音がラ行化する那覇の、言葉とか水言葉なんかにもありますけれども D と R がこう混同する油のことをアンダアンダというねサータアンダギーのダですね、そのような感じのものと一緒で、マドゥムヌがマルムンというふうに変化していきますけれども、このマルムンというのは田里長直という人の作品の組踊りに初めて登場したというのを前回でお話ししました。このマルムンと呼ばれる人は、研究者芸能を研究する人たちはもう言葉だけじゃなくてその場面などにも登場する役として位置づけていますので、セリフを喋らなくてもこの人物は丸ムンですよみたいなことを言ったりする人はいますけれども、今回は島言葉講座でございますので言葉をしゃべるというところに主眼を置いてですねお話を前回今回と続けております。ですのでそのような視点から見ていくと、田里長直さんは漫才的打ちという作品を作りますけれども、その中に道行人といってこの作品の中でとっても重要な人物ですね。自分のお父さんの敵相手、敵はどこにいるかというのを伝える役として登場させていますが、残念ながらこの役は役柄的には丸文的な、立場にあるんですけれども、セリフは他の人物と同じような韻文をお話ししています。ただ、この田里長直さんは4つの組踊り作品を作るんですけれども、その中で丸文的な立場の人として道行人を登場させる作品から和芸に変わっていくというのが、見えるというふうなところからお話をしますと、この道行人という人は韻文をしゃべる組踊り言葉をしゃべるんですけれども、丸文という役の初期の形というふうに考えることができます。田里長直さん、この後ですね「風ぐしくくじり」という作品、それから「義心物語」という作品を生み出していきますが、風ぐしくくじりという作品では草かやですね、草切り、草散りと言っていますけれども、草切りという役人が出てきます。この人は道行人と同じく作品においてとっても重要な、情報を与える役として登場していきますけれども、この人物は百姓身分というところから、韻文ではなくて散文でお話しする。しかもこのやり取りが、役人の役の人は韻文をしゃべり、それに対して散文で答える。でまた役人が韻文で聞いて、また草切りは散文で答えるというふうな感じでセリフのやり取りがあります。百姓身分の人は組踊りの中に出てくると、これは散文島言葉をしゃべりますよ。で島言葉をしゃべる時には相手が役人でございますからうやめ言葉を使う。あやびらん、それから何々
でございますで、何々デービルというね、私たちの島言葉の中で使う、同じような、表現ですね、うやめ言葉の表現を使うと。そして義神物語の中では、場面の中で湯回りですね、湯回りという人が出てきますが、これは甲斐の身分の身分からすると、城の中の役人というよりは城の中の警備員の役として出てきますので、役人の中でも非常に身分が低い。でこのような人が笑いの要素を加えて出てきます。マヤである、マヤサミというね、マヤであったかと言ったりとか、それからびっくりする時にアキチャミヨというふうに言います。実際にはアキサミヨではなくてアキチャミヨというふうにちょっと可愛くですね、唱えてはいるんですけれども、私たちが日常に使う、感動詞ですね、こういったものが組踊りの中に出てきます。そして田里長直さんの作品の中で一番重要になってくるのが北山くじり、これは元部風主という作品ですけれども、ここに出てくるかなちくという役柄にですね、笑いの要素、犬に対してタチタチとかケリケリというふうに、その犬をもう何ていうんですかね、あやす、今でいうとこのお手をさせたり伏せをさせたりということを犬にさせたり、それから笑いを取る。でそしてその後にこの山の中にいる自分の親戚、要するにピチハロジといったりとかしますけれども、組踊りの中ではこのような自分の親類縁者に危険が迫っていることを伝えるというような役として出てきます。でこのかなちくのセリフ、島言葉の3文のセリフなんですけれども、田里さんの作品の中では最長ですね、かなり長文の長セリフでずっと続けていきます。このようなところから田里長直さんの北山くじりという作品は丸ムンという役が組踊りにおいてどのようなセリフをしゃべるのか、そしてどのような位置づけなのかというところを決定づけた作品というふうに考えることができます。以上をまとめると、丸ムンという役の人たちは組踊りの中において三文をしゃべる、そして物語に関わる重要な事柄を伝える役であるということと、物語に緩急をつけて笑いの要素を持っているというふうに、位置づけることができると思います。でしかもこの三文そのものは私たちが今使っている島言葉に非常に近い、なんならうやめ言葉に非常に近い、話芸ですね。でこのような話芸は組踊りの中の丸文と呼ばれる人たちが、モデルとして使っているだけではなくて、今後ですね、同じような沖縄の古典芸能の中でいうと流狂言というものがありますけれども、この流狂言なんかにもこの丸文の言葉が割と使われていますし、そしてもっと時代が下っていくと沖縄芝居歌劇とかですね、方言セリフ劇の中にも同様の事例が見えてきます。このように私たちが和芸と呼んでいる島言葉の芸能の初めの形というかですね、基本的な形というのがこの丸文の中にあるというふうに見ることができると思います。で第2回の今回はその組踊りの中の島言葉がどのようにその後発展していったかという話をしていきたいと思います。どのように展開していったか。一つ目は、田里長直が作ったウフグシククジリ、別名元部風主の丸文の型をそのまま用いた作品として、大川敵討ちという組踊り作品がありますが、その中のトゥマイですね、トマリという、役の、セリフを見ていきたいと思います。この丸文といえば組踊りの世界ではトゥマイと言われるぐらい、一番筆頭に出てくる、丸文役なんですけれども、とにかくこのトマリのですねセリフは非常に長いんですね。このトマリのセリフの中だけで10分ぐらいですね、ずっと3分のセリフを喋っています。
例えば一番初めはトゥンジタルムヌやムラバルヌアヤーとンチャンチュチヌチチャウパダンというふうにトゥンジタルムヌ飛び出して出てきたのはムラバルヌアヤームラバルさんの奥さんと、親戚筋の、人間ですよと言っていて、いろいろお話を私はこれから仇討ちのためにですね、内通をしないといけないので、油断しやしまんまずいチュフィサン急ごうと言って、じゃん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 と言って急いでいくわけです。チュフィサですね、一足、チュフィサというふうな、私たちが今使う島言葉なんかも、出てきます。でこの泊さんはですね、この場面の中ではこのムラバルという主役級の役人がいるんですが、このムラバルと対話をする形で話芸を見せていきます。特に面白いところなんですけれども、ムラバルがやってきて「チュフィさん急ごう」と言って一瞬でも1分でも時間が惜しい、だから急いで行きましょうと言って、行っているのにムラバルが止めるわけですね。彼を呼び止めてちょっと物語りしましょう、ムンガタイシャビラということでお話をしていきますが、そこでこの泊はですね悪態をつきます。これ独り言なんですけど、ディーシンザーチュの急ぎばといって、人は急いでいるのにというふうな言いことをしていて、この人はムラバルのヒャーだと思うけれども、シカトミューブイヌネーラン見覚えがないので、まずい口ふてサグティンド探ってみよう。まずは口ふてというのは会話をして本人かどうか探ってみようと言って、セリフを言うんですが、その後、ここの「ママディシンザチュの急ぎば」と言って、私は急いでるのにこいつはもううるさいな、まずい口ふてサグティンドというのはこのトゥマイ本人の独白ですね、独り言のセリフで、それからパッと切り替わってムラバルのヒャーに対して声をかけるときに有名なセリフなんですけど「イチャイバチョウでヌーウチヒダティヌアガ」というふうに言います。生き合えば兄弟、要するに今の私たちが普通に言うイチャリバチョウでですね、これが組踊りの中に出てくるこの形ですね。イチャリバチョウでヌーウチフィダティヌアガ、どのような隔てがあろうか、出会ったことこそが兄弟ですよと言って、このユンタク語を始めるんですね。この言葉なんかも私たちが日常で使っている言葉が組踊りに用いられている事例ですけれども、じゃあ組踊りのこのイチャリバ朝礼から私たちが今使っている、それからクガニ言葉にもなっている言葉が生み出されたかというと多分違うと思いますね。私たちがこの組踊りからスタートしたんじゃなくて、おそらく昔から語られているこの私たちの島言葉が組踊りの中に組み込まれたと考えた方がいいかもしれません。このような私たちの言葉が話芸としてこの中に出てきます。で、このトゥマインのセリフの中にクリアアマリクファフィジヤッサ、固い返事、固いものいいだね、クファフィジ、クファは固いという意味で、フィジは返事ですけれども、なかなか固い物言いをしていらっしゃいますねと、堅苦しい言い方をしてますねというふうに、言っていますが、こういったクファフィジみたいなものも、実際の島言葉を喋ってる中で、なんかあんた敬語ばっかり使って大変ねみたいなことを言ったりする時なんかにも用いられたりします。この「泊まり」のセリフ非常に長いんですけれども、この話芸をとしてどのように見ていくかというところですね。この「トゥマイ」は3文でお話ししますので、組踊りらしい「利用ちゃるものや」みたいな感じの唱えではありません。さっき言ったみたいに「トゥンジたるものや」というこのちょっとね、抑揚が違う形、柔らかな抑揚で続けていくんですが、その中で引用をする、この場合には「タンチャ」という役がムラバルの奥さんのウトゥダルにどのようにムラバルの奥さんにお話をしているかというのを真似るシーンがあるんですね。その時に、
どのように言っているかというと、ついにやいっちゃまんなんウィーヌキティサッタルシカタンウカシャウカシャと、この3文のセリフが続いて、次韻文を彼が唱えるんですね。その時に「やーやわがすばにうらばうなじゃらんさりん」と言って、韻文をしゃべる時には組踊り調のセリフにわざとするというふうに見せています。ここが話芸としての面白いところですね。島言葉の話芸っていうのは割とその、人の真似をしたり、それから人の比喩をして笑わせることが多いかと思います。もっと多いのは同じ意味でも違う言葉の意味で捉えて笑わせるというのが多いんですけれども、そのような隠喩や比喩、そして真似というところの部分で役者を真似て言うというところに面白さが出ています。そのような笑いの原点みたいなところがこのトゥマイのセリフの中にあります。で、このような自分のそばにいて、アジの奥さんになりなさいというように短茶がウトザルに言いましたよって言えばいいのに、それをわざわざ組踊りの言葉で伝える。で、んてイチャリバもう言ったとは、そのように言ったらと、ムラバルのあやあやアジンスカンラクンスカンンディチンパニンパシャンンパドンパド交互ですね。普通に島言葉で言う嫌だというンパチンパニンパシャン、嫌と言いましたよというふうに、また3文に戻ってくる。でそして、短茶の言葉をまた、真似してですね、短茶やハラチリワチこの味の言葉力なばそなたチュカタナに命つぶちトラサというふうにまた、3文の中に韻文を入れて笑いを取る。で、最終的には「ダークルシュルイチヤスットンネーラン」「んじゃ笑いしちもどゆたるしかたやふんぬうかしゃどうさる」と言ってまた島言葉に近い3文でお話しします。でそこの中の「んじゃ笑いしち」「んじゃ笑いしち」というところ、んじゃ笑いは何かというと苦笑いですね。苦笑いをしてというふうな、なかなか組踊りでは絶対使わない韻文では使わない表現などを、持っています。このように長文の中で、3文をずっと繰り返している中で3文を話す人が韻文を用いて笑いを取る、そして今私たちが使っている島言葉と同じような表現をしていくというところに、面白さがあるように思います。続いてですね、違う作品です。丸門の展開その2ですけれども、田里長直のウーゴシククジリの型を用いた作品の登場です。これは何が言いたいかというと、笑いがない部分ですね。同じ話芸でも島言葉の響きを使ってうなずかせるといった方がいいかもしれませんが、そのような人が出てきます。それは何かというと、これも有名ですが、花売の縁の立ち地取りという人です。音楽一花り節が鳴って立ち地取りが出てくるんですけど、出てくる時には「おほーおほー」という、セリフとは違うなんか呼びかけ語みたいなのがあって登場していきます。で、この立ち地取りはですね、全く笑いの要素はないんですけれども、老人芸ですので、また面白いところは老人の声を真似て3文をゆっくり話していくというところに、芸術としての味わいがあるかなと思います。実際にその3文を見ていきたいんですけれども、サリーといって、サリーはもしもしのもしですね。普通に今でもサリーというふうに声をかけたりとかしますけれども、ウタニミシェルイムイカワヌシークトゥドクズンチュナティマディヤクノムラヌカニクニシマティウヤビータンというふうに始まっていきます。お尋ねしておられます。森川の氏という人のことは去年あたりまではこの村の果肉に住んでいらっしゃいましたと言って、これは誰に対して言ってるかというと
森川の氏の奥さんですね。これは首里の人ですから、そして士族の人ですので、田舎の焚き木を取って生活している一般庶民からすると身分の高いお方ですので、ウタンニミシェール、何々ミシェール、そして、住んでいた、シマティウヤビータンという、うやめ言葉が出ています。でこれはずっとうやめ言葉をですね、続けていくので、言葉の最後の部分は「〇〇ヤイビール」とか「何々デービル」といったような島言葉の中でも敬語表現というふうになっています。続けていきますが「ちむぐくるんみぐとにもっち働ちがたんしぐく丈夫なうとくややび達成が何々でございましたが」というような表現。あんぞうさやむついぬねやびらん、ね、何々やびら、さびらというような言葉が使われたりとかします。そしてこの立ち字というもですね、先ほどのトゥマイと同じですね、セリフの中に韻文を混ぜることで、その緩急というかですね、面白さを見せています。例えば森川の氏がどのように暮らしていたかというところを、表現するときに「ある土地浜宿いにわみずめで七歌に」というふうに流歌を歌いましたというところですね。あばらやに父やもるあみやふらにどもわすりぬらち、あばら屋に月の明かりが漏れている、あばら屋ですから屋根に穴が開いているわけですね。そのような、わび住まいの中で、月が持っている。雨は降らないけれども、月は出てるわけですから雨は降っていない。だけれども私の袖は濡れている。どういう意味かというと、故郷のことを思い出して涙が滴れて自分の袖が濡れていますよというふうな表現をしております。このようなですね流歌を途中に入れる、これ流歌は散文ではなくて韻文ですので、韻文を途中に入れることで、この島言葉の中に何て言うんですかね、和芸として、韻文を入れることで面白さですね、唱えの違いを、唱えとかリズムの違いというものを楽しませています。で、これがずっと続くんですけど、また大事なのはですね、ここで、立ち取りが喋っているセリフの中に使われている流歌はただの8886の流歌ではなくて中風といって、上句が七五調ですね、大和調で下句が86といったような割と技術が必要な歌ですね。このように出韻中たちは、技術がある歌を歌っていましたよみたいな部分がなんとなくわかる部分です。このように、面白い歌を歌っておりましたよというようなこの重要なセリフをですね、滝木取りに話をさせて、森川の詩を探しに行くというような作品です。でこの立ち取りそのものは割とその笑いがない役なんですけれども、やはりこの長いセリフで島言葉3分体をずっと喋っていくので、役者としても若い人がやるのではなくて割と熟練の役者じゃないとできないというようなところに話芸の大事さですね。韻文を覚えて唱えるというのはそれほど、もちろん稽古は必要なんですけども、それよりも輪をかけて難しいのが島言葉を使った話芸の部分というふうなことが言えるかと思います。それから組踊りの中の丸文、展開その3はですね、忠と長直の義心物語の形を用いた作品として「姉妹的打ち」という作品を挙げたいと思います。この姉妹的打ちに出てくる丸文、上原佐喜眞飯場佐知といったところしますけれども、上原と佐知眞、この2人はですね、話芸で笑わせる、もう単にもずっと笑わせるんですけれども、これまで丸文といえば先ほどの立ち絵というのように一人ですね、それから泊まりの時にも一人です。基本一人で出てくるところを
2人出して、登場させてその中で笑いを取る、今でいうとこの漫才に近いですね、話芸として確立させています。でこの、イーバーとサチマー、身分はですね馬番です。馬番なので100勝ぐらいの身分ですね。でこの馬番なんですけれども、果たし合いの場で、掃除をしなさいと、掃除をしなさいと言いつけられて、掃除をしている合間に、この姉妹の、武芸がどれぐらい素晴らしいか、そして、この姉妹的この姉妹、2人がですねどれだけ美しいかというのを笑いを加えて掛け合いをして見せています。でその後に仇討ちが行われるんですけれども、仇討ちの前の緊張、仇討ち自体は非常に緊張感があります。基本的にはその桟敷を作って、見せ物のようにしてやっていくんですけれども、助太刀なんかもいてですね非常に緊張感がある場面なんですけど、その前にものすごい緊張を和らげるという役として出てきます。どのような会話かというと、上原が庭ぼうきを持って出てきて、佐喜眞は柄杓ですね、新舞とそれから桶を持ってくるんですけれども、上原が出てくるんですが、この隊やイサチュンナーの馬番、私たちはイサキューナー、場所が分かりますね、宜野湾でございます、馬番ですよと、いろいろ言うんですが、旧伊佐村の上町うつつる長弟隊、兄弟というと、島言葉では男女の隔てがなく兄弟ですね、イナグのシージャイナグのウッドというふうに言ったりとかしますけれども、兄弟というとこの姉妹のことも長弟と言いますね。この長弟対ジャナのふぬしとうちへおせのあてうちんぶつばぬうすうじにいちゅん、お掃除に行くんですよと言って掃除をします。で掃除をするんですけれども、この姉妹的うちの場面ではこの仇討ちのシーンは一般の見物人も呼ぶんですね。公開処刑、もうまさにもう字の通り公開処刑の場なんですけど、この今掃除をしている間にも村の人たちが見にやってくる、その様子を上原が表現するんですが、ここがまた面白いですね。へいへいさちまひありありんり四方八方から宿のゆるぐというふうに言っています。四方八方から宿のゆる、宿というのはすくですね、すくガラスのすく、あれが大群になって押し寄せてくるように沈仏人がやってくると、見物人がやってくるよというふうに言っています。でそれに対して佐喜眞は同じように見て、宿のようにもうゾロゾロやってくるのを見て、サティンウビタダシークトと言って、このまた笑いを誘うわけですね。もうあの人たちをもうたくさんやってくるさというのでおびただしいというふうに言っています。このようなやり取りがあって、その後、上原がサチマーに対して相談事をします。サチマーひわにげのあすい父クイリ、私の願いがあるので聞いてくれと言って、ノーニガティブがというと、どのような願いですかというと、まずは鶴松とウトゥツィルのその2人の姉妹の剣術がすごいこと、なぎなたを使うんですけど、なぎなたがすごいよというところを言うんですけれども、上町鶴町対なじなたしらばんじゃち戦い戦いましたよ。しざの打ちかきりばウッドのはじし、ウッドの打ちかきりばしざのはじし、多芸にちゅいはじし、姉が打ちかければ妹が受けて、その逆もして、互いにこうやり取りをしていますよと言って、その後にそのやり取りが「ああわったがちむうどるさのみんならん」、要するにもう真剣でずっとやっていて、もう何かことが間違えればそれぞれが怪我するんじゃないかと思って、みんならもうこういうふうにして見えませんよというふうに言っています。でそれを見ていたイーバーは「ふんの脈やフィルチ赤とさ」と、もう脈がドキドキとして大変でしたと言って、その後に大事なのは「あの長弟隊の鍵のチュラさや」
もう分かりますね。顔、顔の容貌が美しいと言って、あの手体のうち、ちゅいわとじにしゅんどんやらば、どのようなことかというと、あの二人のうちどちらかと私の奥さんにすることができたら、もう非常にこれから先天国なのにねと言っているわけです。で、しまいにはイーバーは大が生むかじぬユンヒルンミヌにさがて、これ琉球らしい表現ですね。この二人の美人の顔形が夜も昼も目の尾に下がるですね。ずっとくっついてるわけです。ぶら下がってる。日本語の表現だとまぶたに焼き付ける、まぶたの裏に焼き付けると言いますが、琉球では目の尾に下がるわけです。ずっとここら辺にブラ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 して、気になって仕方がない。つい仕事すっとんならん、もう仕事もそれで手がつかないというふうに言って、それを薩摩がまた突っ込んで笑う。志やふんぬ不腕名ですね。お前は馬番のくせに志はお大名みたいだな、天に橋を架けるようだなと言って、あはあはあというふうに笑う。そこに我根子夫主がやってきて、さらにその二人をいさめる。やや馬番クリフドヌフグトチンブチバウティいらんもの話無用やあらにと言って、いらないユンタクは無用である。掃除が終わったらいすじつみしょにムドティイキというふうに、最後にバチッと締めてですね、2人はへこへこしながら帰っていくというふうな場面です。このように、マルムンというのは一人語りからスタートしていって、百姓身分が島言葉のような、セリフをしていく。それがどんどん時代が経っていくと、百姓の役として出てきて笑いを取り、そして重要なことを言うというパターンがある。そのようなパターンだけではなくて、長台詞を使って会話の中で私たちが今知っているような言葉ですね、イチャリバチョーデという言葉が出てきたり、それから立ちじといというふうに、笑いはないけれどもずっとおじいさんの島言葉の、うやめ言葉の語りをもって、そのわびしさとかですね、そのようなものを表現するというような話芸が生まれて、最後とは言いませんけれども、最終的には漫才の掛け合いのように2人のマルムンがそれぞれの笑いをですね、取り合うというかですね、笑いを重ねていくというような形に変化をしていきます。特にこのイーバー・サチマーという2人のマルムンの表現というのは、非常にその後の明治になってもですね、非常に人気があったようで、この姉妹的宇宙は割と上演回数が近代においては非常に多い作品です。このような2人のマルムンが出てくるというのは、地域のですね組踊りの中にも取り入れられしておりますので、組踊りにおける島言葉の笑い表現というところでは、おそらくこのイーバーサチマー2人のこの掛け合いというのが一番最終的には笑いという部分ではレベルが高く、そして一人語りという部分では先ほど例に出したトゥマイや立ち取りというところが重要になってくるのかなと思います。私たちが今使っている島言葉と非常に関係のある話芸の基本となるところが組踊りの中のマルムンではないかなと思います。島言葉に興味のある方はぜひそのマルムンが登場する組踊りというのをご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで第2回の講座はこれで終了したいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。